なのかちゃん、一体何を。この馬鹿げた殺人ゲームを仕組んでいる黒幕が私たちの中にいる。私たちが魔女になっていくのを誘導し、近くで見て楽しんでいる奴がいる。そいつが真の牢屋敷の管理者よ。もう誰かは予測がついてる。おとなしく名乗り出たら。私はあなたを決して許さない。僕たちの中に黒幕がいる？自分が殺されたり処刑されたりするかもしれないのに、私たちの中に混ざるなんて悪趣味ね。おい、言っとくがうちじゃねえからな。全員うさんくさいっつーの。もう私以外みんな処刑でよくね？疑い合うのは良くないです。みんなが嫌な気持ちになってしまいます。ちょっとお待ちなさい。なぜあなたはそんなことを知って嫌がるんですの？そっちの方がよっぽど怪しいですわよ。これに関しては信じてもらうしかないけれど、私の魔法は原子なの。原子？その人自身や思いの詰まったものに触れると、対象の過去や未来が映像として見える時がある。私は牢屋敷の過去の情報を原子で見たの。この銃もかつて牢屋敷に囚われた人が魔法で制作し、隠していたことを見てここに捕まってすぐ回収した。装填数は6発。1日1発自動で弾が回復する魔法の銃よ。なるほど。殺し合いが起きるかもしれない中、あなただけ最初から銃を携帯していた辻褄は合うわね。レイピアはまだしも、銃はアンフェアだと思っていたの。そうなると、まのかさんは魔法で黒幕がいることが分かったと？ええ。ここに捕まる前から私は牢屋敷のことを知っていた。そして黒幕がいることも。ただ私の魔法は完璧じゃない。触れたら絶対に見えるわけではないし、偶然によるものが大きい。分かっていたのは、この牢屋敷で殺人ゲームを仕組んでいる誰かが囚人に混ざっているってことだけ。なるほど。魔女見習いの私たちではまだうまく魔法を使いこなせていないんですね。過去だけでなく未来まで見える。コントロールさえできたら預言者になれるわ。羨ましい能力ね。捕まってから私はずっとその黒幕が誰かを探していた。そこで魔法が発動して私は見たの。ぬけぬけと少女のふりをしている人物がいるのを。あなたは佐伯ミリアの体を奪い、ここにいるんでしょ？ミリアちゃんはミリアちゃんじゃなくて、男？おじさ入れ替わりの魔法って、そんな、マジですの？ん？キモすぎてドン引きなんだけど。違うんだよ。なのかさんが嘘をついていると？あなたは本当に佐伯ミリアさんなのでしょうか？
そうだよ。おじさんは本物のサイキンミリアだよ。黒幕は私たちをもてあそんで苦しめて、全員を異形の魔女にすることを目的としている。唯一ここで大人のあなたなんでしょう。確かに、ストレスが魔女になる原因だって言いながら、この牢屋敷は僕らを追い詰めてるように感じる。ナノカちゃんの言う黒幕がいると考えると、腑に落ちる。そこまでする必要なんてなかったのに。この牢屋敷は僕ら全員を慣れ果てにしようとしている。だから違うって。これにはいろいろ複雑な事情があって、決して黒幕なんかじゃないから信じて。少女のふりして混ざっていた人を信じられると思う？この茶番を終わらせるためにあなたには死んでもらう。そんな、ダメです。もうこれ以上誰かにひどいことをするのはやめてください。メルルちゃん、そうだよ。黒幕かもしれなくってもいきなり殺すなんてよくないよ。私たちには時間がない。どいて。嫌です。どきません。僕たちには時間がない。何？これ地震ですの？どうやら牢屋敷が揺れているようですね。は？あれ？どういうこと？やれやれ、可愛い極長を打つなんてひどいことしないでください。代わりはいくらでもいるので、今回は見逃しますが、本来なら処刑者ですよ。裁判は終わりましたし、皆さん速やかに自分の房へ戻ってくださいね。ああ、ちなみにこの揺れですが、処刑を執行した後は屋敷が揺れるんですよ。しばらく続きますが、危険な揺れではありませんので、お気になさらず。極長をやっつけても意味なんかないんだ。僕たちはきっともっと大きな何かに囚われている。外出禁止時間なので、戻らないと懲罰棒行きになっちゃいますよ。やばばばばばばば、私関係ねえし、部屋に戻るからね。邪魔が入った。でも私は諦めない。必ずあなたを殺すわ。違うのに、そんな殺すなんて。ミリアちゃんが全部の黒幕なんてそんな風にはとても見えないけど。でもあんなにいい人だと思っていたレイヤちゃんが殺人をしていたんだ。誰が何を考えているかなんて。誰も信じられなくなったらもうおしまいだ。おめえは違うだろうがよ。おっさんが来てんじゃねえよ。おめえはうちたちとは違うだろ。出てけよ。
ごめんなさい。僕がみんなに集まってほしいって言ったんだから、ミリアちゃんは悪くないよ。僕らは協力し合うべきだと思う。だからみんなで話し合いたいんだ。ミリアちゃんにもアリサちゃんにもここにいてほしい。話はそんだけか。うちは協力する気なんてねえから。うちを騙してたやつと仲良くなんてできるか。顔も見たくねえよ。おじさんはやっぱり邪魔だよね。こんな空気にしてしまって申し訳ない。ミリアちゃんに謎が多いのは確かだけど、今はミリアちゃんのことを信じたい。気にしないで。僕はミリアちゃんにも協力してほしいって思ってるから呼んだんだ。あ、ミリアちゃんって呼んでもいいんだよね？もちろん。本気でここを脱出するしかないと思うんだ。レイヤちゃんはおとなしく従おうって言ってたけど、ここにいても救いなんてないんだよ。そうかもしれないけれど、規則を破れば懲罰棒行きよ。私だってこんなとこ出たいけど、逆らったら最悪監視にぶっ殺されるじゃんよ。二階堂ひろちゃんみたいにね。ヒロちゃん、ノアちゃん、それにレイヤちゃんもここに捕まってもう3人も犠牲者が出てる。レイヤは自業自得なんじゃねえの？人殺したんだしさ。それだってこんな状況じゃなきゃ起こりえなかった。ナノカちゃんの言う通り、もてあそばれてるんだよ。ここにいたらみんな同じような目に遭っていって、最悪な未来しか見えない。見つからないように目を盗んで脱出する方法はきっとあるはず。みんなでここを出よう。協力し合えばきっと活路が見えるよ。ゲロ。やっぱりみんなで協力するなんて無理なのかな。エマちゃんは偉いわね。私はとてもみんなを信じることなんてできないわ。マーゴちゃん、でもここでバラバラになっちゃったら。心配しないで。出るために協力し合うことに賛成よ。その方が合理的よね。私はエマちゃんに協力するわ。本当？よかった。ココちゃんも出たい気持ちは同じよね。そりゃあまあ。本格的に脱獄のために計画を練りましょう。チームのリーダーを決める必要があるわね。これまでみんなを見てきて、リーダーはエマちゃんがいいと思ったわ。僕？みんなを引っ張ってくれるのはあなたよ。反対の人はいるかしら？みんな僕のこと嫌じゃないんだ。じゃああれやります？手を重ねて、キャッキえいえいおーって。そんなお寒い行動よく思いつきますわね。あら、私は賛成よ。思いを一つにする儀礼は必要だと思うの。頼りにしているわ、エマちゃん。絶対にみんなで生きてここを出よう。僕らは誰のことも裏切らない。約束。すごく気持ちが強くなった気がする。じゃあ早速作戦を。アーちゃんどうしたの？大丈夫？
また貧血でしょうか。一度医務室へ連れて行った方がいいかもしれません。アンアンちゃんは体が強くないみたいだし、きっと心も消耗してるよね。それにミリアさんも具合が悪そうです。体調悪くなんかないよ。全然平気。おじさんは元気だよ。いえ、ずっと気になってたんです。ミリアさん、すごく肩が落ちていて心配で。いつも疲れてますよね。ずーんって体重そうで。それはおじさん仕草が染みついて常にくたびれちゃってるんだよ。今日こそ看病させてください。無理するのは良くないよ。二人は医務室で休んできて。ありがとう。不甲斐なくてごめんね。皆さん、やる気あるんですの？まあまあ、昨夜の疲れもあるよね。悠長にしてはいられないと思うけど。時間がないって何かタイムリミットがあるのかな。だとしたら早く何とかしなきゃ。一旦は僕たちだけでも脱獄計画を話し合おう。それが良さそうね。少人数の方が話はまとまるでしょうし。でももうすぐ自由時間終わっちゃいますね。ままなりませんわ。なら夕食後の自由時間に一度このメンバーで集まりましょうか。ちょっと見てほしいものもあるし、私の部屋に集合するのはどうかしら。マーゴちゃんの部屋って地下の？狭い間房だけど4人くらいなら入れるかな。マーゴちゃんと同室のナノカちゃんはいないし。ええ、ぜひ私のお部屋へ招待させてちょうだい。なんでマーゴちゃんの部屋なんだろうね。マーゴさんはナノカさんと同室。何かそれが関係しているのかもしれません。そういえば、マーゴさんの部屋は目隠しされていますわね。そういえば、マーゴちゃんたちの部屋の方は中を見たことなかった。どこかから布を調達したのか、カーテンみたいなのがかかってた気がする。マーゴちゃんいる？いらっしゃい。空いているからどうぞ入って。どういうことで上がりますの？狭いところでごめんなさいね。これはマーゴさんの魔法でしょうか？劇的なビフォーアフターみたいな感じの。違うわよ。時間はたっぷりあったでしょ。過ごしやすいようにリノベーションしたの。前々から趣味で占いをやっているの。趣味というか商売かしら。私お金を稼ぐのが好きだから。一体どうやって？この牢屋敷にあるものを借りてきてね。簡単だったわ。あなたたちもやってみたら？このお部屋を見せたくて私たちをここへ呼んだのでしょうか？それもあるけれど、監視カメラを警戒しているの。監視カメラが設置されていますの？ナノカちゃんと協力して数日、牢屋敷中を探し回ったけど、監視カメラが設置されている痕跡はどこにもなかった。ただ、私たちは囚人としてここに捕まっているのだから、常に見張られているという自覚はした方がいいわ。ここは通路からの目隠しもしてあるから、秘密のお話をするときは
ここを使えばいいと思って。そのためにここに呼んでくれたんだ。マーゴちゃんって思ったより親切だな。それは別として、私の占いね、すごーく当たるって評判なのよ。よければあなたたちも占ってあげるわ。もちろん有料だけど。前言撤回。マーゴちゃん商売始める気だ。恐ろしい目に遭いましたわ。お金がないなら、体で支払えだなんて。うなずいちゃったら、そこからずるずる絞り取られそうだったよね。って私たち、全然脱獄計画練ってませんね。もうすぐ自由時間終わってしまいますわよ。でも、牢屋敷の中には監視カメラがないとかの情報は増えたし、明日こそちゃんと寝ろ。でも、マーゴさんのあり方が一番正しいかもしれませんね。何のことですの？ストレスが溜まれば溜まるほど魔女化に近づく。それなら、ストレスのない生活を送ればいい。マーゴさんを見ていたら、彼女はありのまま自由に生きていて魔女化しそうにないなって思って。確かに。僕らは常に強いストレスを受けながら生活してる。魔女化が進めば進むほど殺人衝動も高まる。そうか、僕らは、ここで過ごす日数が経つほど魔女化が進んでいる。だからなのかちゃんは時間がないって言ったのかもしれない。そうですね。そして殺人衝動が高まっているなのかさんが行方をくらましている。次に出てくるのは殺人者としてかもしれませんね。そんな、あんな銃を持っていたらひとたまりもありませんわ。返り討ちにする方法もありますよ。見かけたら即ぶっ潰してしまえばいいんです。ちょっとシェリーちゃん。あれ？私何か変なこと言っちゃいました？魔女になってるなら簡単に死なないですし、殺人にはならないから大丈夫かなーって思ったんですよ。魔女相手でもちょっと動きを止めることくらいはできるかなーって。まだなのかちゃんが魔女化してるとは限らないよ。ただ悲観的になっているだけかもしれない。確かに、反撃はちゃんと確証を得てからですね。気をつけます。たまにシェリーちゃんの言うことが怖い。なのかちゃんは原始の魔法でこの施設の情報を得ているって言ってた。僕らの知らない隠れる場所を知っていてもおかしくない。でも、獄長や看守の監視の目を何日もかいくぐれるものなのかな。